こんばんは。はるけです。今回はサンダーストラック選手完全版ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、完全版ということで、ミニリリースの選手たちを含めてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがサンダーストラック選手の完全版のティアリストになります。このイベントはですね、ミニリリースが複数あって追加された選手も多かったので、このような形でまとめました。で、まずは D ですね。D はですね、ティアニー、そしてツィガンコフを入れました。ミニリリースで来たのはツィガンコフですね。この選手に関しては44あって、スピードもあってっていう選手なんで、そこまでなんか悪くはないんですけど、ただやっぱ能力的には、足りないなっていう風なとこで、イベントの選手としては少しこう寂しい選手になります。そこまで強くはないという、そういう選手に、なります。で、かつ、どうしてもこう、ケミ的にも難しくはなってしまうので、なかなか、相手に見る機会っていうのもそこまで多い選手ではないかなと、今後も思いますね。レースでも80にもうちょっとあった方がいいですし、パスももうちょっとうまくあった方がいいというところ、あとは決定力に関してもシュート力がちょっと低いのがね、個人的に気にはなるポイントではありますし、ちょっとこう残念やったかなというふうに思います。で、そして続いては C ですね。C はですね、クロスターマン、そしてウンティティ、この2名になってます。ミニリリースで来たのはウンティティですね。ウンティティに関しては、この人も、悪くはないんですけど、ペースがもうちょっとあった方がより良かったなっていう風なところと、守備能力はね、それなりにあって、フィジカルもあるんですけれども、やっぱレースザリアクションっていうのももうちょっと欲しいなという風には思いますね。ただ、左利きのセンターバックっていうのは、結構必要な人材ではありますし、そこまで弱くはないですけれども、かといって B に入るほどではないかなというふうに思って、ここの C に、しました。惜しい選手だったかなと思います、ウンティは。で、そして続いては B ですね。B はですね、ブレーメル、そしてルカク、ジョエリントン、クアドラード、目標で来てます、ロフタスチーク、カトト、エムレジャン、そしてフェキル、リトルになってます。新しく追加した、ミニリリースで来た選手はですね、エムレジャンとフェキルと女子選手リトル、この3名になってます。エムレジャンに関してはですね、もちろん、十分強い選手になってますし、スタメン級の選手だというふうに思います。やっぱり逆足4っていう風なところは素晴らしいですし、守備能力もある程度ありながらフィジカルも強いという選手になります。プレイスタイルを見ても結構いろんなものがね、ついていたりとかはするので、パス系とディフェンス系かな、がついてるので、取った後、やっぱりどうしても重たい選手にはなるんですけれども、パスの精度に関しては、しっかりあるという、そういう選手になってますね。ここからアップグレードがあって、ペース面が、加速のところがね、もうちょっと上がってくれれば、よりいい選手になるかなというふうに思います。7万ぐらいで買える選手としては、非常に、有能な選手だというふうに思いますね。で、そして、フェキルですね。フェキルに関しても、結構この人は強くって、A に上げようかどうか迷ったぐらいの選手に、なりますね。44あるっていうのは素晴らしいですし、結構、フェキルはね、毎作能力はいいんだけれども、ただ、なんか使われないね、なんかそこまで相手に見ないねっていう選手にはなっているんですけど、ただ今作は、全然やっぱ値段も高いですし、使われていくのかなっていう風には思いますね。普通に能力ももちろん高くは、なってるんですけど、プレイスタイルの恩恵をちょっとこの人は受けてるのかなという風には思いますね。それなりに、いろんなものを持ってますし、やっぱりトリベラのね、プラスっていうのが結構でかいんちゃうかなというふうには思いますね。で、あとは今週とかも持ってるんで、カーブもそれなりにあって、ロングシュートもそれなりには、あるし、で、かつもともと冷静さっていうのはこの人高い選手にはなるんで、普通に強いという、選手になります。人によっては全然、A ランクに値してもいいぐらいのね、強さっていうのはある選手になるので、ケビもある程度合わせやすい。ベティスは難しいけど、ラリーガでフランス人なんで、ある程度は組みやすいかなというふうに思います。
で、そして続いては、リトルですかね、女子選手、リトル。リトルはですね、まあ、この人も十分、強い選手になりますね。まあ、ベルシルと若干タイプは近いかなっていう選手ですね。テクニカルのプラスを備えてて、ドリブルも軽くって、まあちょっと低身長みたいな選手になるんで、まあパス面も上手いですし、まあ普通に強いなというふうに思います。まあケミが合えばというふうな感じでは、あるんですけれども、まあスキル4以上はやっぱこの人欲しかったかなっていうふうには、思います。まあ、シューもそれなりにはできるんで、まあ、2CM の一角でもまだありかなっていうのは思いますけど、まあ、最適は 3CM の一角がいいんじゃないかと思いますね。で、そして続いては A ですね。A はですね、SBC で、来てましたサンマキシマン、そして、ハイス、ベルナルド・シーバ、そしてこちらも SBC で来ましたデヨング、そしてジェズス、ディアニ、そしてこちらからミニリリースですね、ヘンプ、ゴメス、アンスファティと、こちらの選手になります。一応 SBC の選手入れてるのは一番最初のティアリストで入れてたので、まあ、引き続きこちらのティアリストにも入っているということになってます。で、後ろ3名ですね。ヘンプとゴメスとアンスファティ。こちらがミニリリースになります。で、ヘンプに関しては、やっぱりクロスを上げる方にとっては非常に優秀な選手だと思います。この人は開幕の時は、金の時は結構人気があった選手かなというふうには思いますし、クロスの精度っていうのが、やっぱ非常に高いですね。もともと能力のね、クロッシングっていうところ94っていうのは高いですし、プレイスターのプラスでこちらがついているっていうのは、これは素晴らしいなというふうに思いますね。なんかね、このウィップドクロス、これがなんか弱くなったんちゃうかみたいなアップデでね、ありましたけど、なんか全然変わらんし、なんかむしろちょっと強くなってんちゃうかみたいな、まあ意見が自分の中ではあるんですけど、だからこそやっぱクロス上げる方にとってはこのプレイスタイルは、まあ必須ですし、まあこれを備えているサイドアタッカー、ヘンプはめちゃくちゃいいなと思いますね。まあ本当にこの人は元々のドリブルだったりとかスピードもある選手にはなるんで、クロスが上げられないなっていう状況になったとしても、別にこうキープができたりとか、まあ、ボールを持てる選手になるので、逆足3だったりとか、やっぱ冷静さかなり低いので、そこはね、ちょっと、シュートがいまいち入らなかったりとかはしてしまうんですけど、やっぱほんとサイドに張らしてクロスっていうところ、役割をしっかりできれば、非常に優秀な選手に、なります。特に、サイドアタッカーの選手にクロス精度を求めるっていう方は、ヘンプはめちゃくちゃありな選手になります。で、そして、あとはゴメスですね。まあ、この人もめちゃくちゃ普通に強いですね。値段は4万7千とかかな。5万弱ぐらい、5万しないぐらいの選手なんですけど、めちゃくちゃコスパいいと思いますね。かなりこの人はおすすめな方の選手で、やっぱり強化されたゴメスは強いですし、まあ、アップグレーが楽しみな選手にはなりますね。リバプール引き分けてはしまったんですけど、まあ、ただ、残り3戦で、まあ、3勝すれば、まあ、プラス2上がりだったりとかされるんで、まあ、可能性はゼロではないのかなというふうに思います。まあ、プラス1はね、まあ、ほぼ角ぐらいに思ってもいいかなって思うんですけど、リバプールは。なんで、まあ、アップグレが楽しみな選手にはなりますし、普通にコスパよくですね、非常におすすめ。地上戦、空中戦、どちらも、できるセンターバックになりますし、ペースも速いし、結構おすすめかなというふうに思います。で、そしてアンスファティですね。ファティに関しても結構強化をされました。もともと金だとね、78なんで、そこから85になって、プラス7上がりをされて、特にね、やっぱり冷静さの部分が非常に上がったっていうところ、ここがでかいと思います。82から89は、結構変わると思うんで、まあその中で、もちろんパスだったりとかはあまり上手くない選手にはなるんですけれども、まあ、思った以上につなげたりとか、まあ密集地帯でもね、まあこうボールのコントロールを失わずにドリブルできたりとか、そういう風なところがね、よりこう冷静さによって補われているっていうのは非常に素晴らしいなと思います。で、シュートに関しても、まあ、ある程度は全然決めてくれるかなというふうに思いますし、まあ、今週、プラスじゃないけど持ってたりとか、テクニカル持ってたり、ラピッド持ってたり、するので、まあ、プレスプラスのね、トリックスターは、使う人はね、
まあ、もちろんいるけど、みんながみんな使うってほどではないと思うんですけど、ただその他のプレイスタイルっていうのも、結構いいもの持ってるので、ファティはね、かなりアップグレされた方かなっていう風に思います。まあ、こっからブライトンね、まあ、多分プラス1上がりは確定してるのかなと思うんですけど、まあ、最大のアップグレードまでいけるかどうかってところが楽しみな、ポイントですね。で、そして最後 S ですね。S はですね、ネイマール、そしてバラン、ビニシウス、アルフォンソ・デイビス、そしてフリンポンですね。フリンポンが新しくミニリリースの選手になって、ここの S に追加を自分はしました。まあ、フリンポンに関してはやはりめちゃくちゃ強い選手で、まあ、同じ S のデイビスと同じような感じです。本当に能力以上に強さを感じて、まあ、木の時から自分は絶賛をしていた選手になりますし、やっぱね、やっぱペースなのかな、スピードの速さっていうのがなんか全てを凌駕するような感じが、今作もしていて、フィジカル弱い方だと思うんですよ。やっぱどうしても65っていうのは。ただ、気にならへんっていう。やっぱそういうところがね、なんかスピードでいって、まあ相手の体とボールの間にしっかり体入れてっていう感じなんで、フィジカルそんなには気にはならへんし、もちろん球際とかやったら気にはなると思うんですけど、ただそれ以上にスピード面とか扱いのしやすさっていうのがあるからか、あんまり守備面でもフィジカルは気にならず、守備能力以上になんか刈り取ってくれたりとかができる選手になるんで、もう本当に、本当にアルフォンソ・デイビスみたいな感じですね。めちゃくちゃ能力以上に強さを感じて、さらにペースもバカ速いっていう。まあなんで、この能力、やっぱ86で、サイドバックの選手としては守備能力も低いし、フィジカルも低いんですけど、多分5、60万しますよね。なんで、もちろんアップグレがかかってるからその値段っていうのもあるかもしれないですけど、ケミもめっちゃいいわけではないんですけど、それぐらいの値段がするっていうことは、やっぱアルフォンソ・デイビス同様に、この人の強さを分かっている人が多いということになると思いますし、やっぱ能力以上の何かがあるんじゃないかと、フリンポンは思います。まあ、使ってみたらね、分かる方は多いんじゃないかなって思います。やっぱフリンポンありがとうって思うことが非常に多い、そういう選手になります。まあ、という感じで、こちらがサンダーストラック選手完全版のティアリストになります。まあ、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいねとったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。